よしおが社会人になってから。もう5年が過ぎようとしていた。会社にも慣れ、仕事もそれなりに覚えた。社内でも少しは当てにされているような気がする。仕事がうまくいかなくて、もうダメだと思ったことも何度もあったが、なんとか今日までやってこれた。考えてみれば不思議な気がする。世の中の失業率は高い。対して優秀ではないよしおに、仕事がなくてもおかしくはない。失業者の中にはよしおよりも優秀な人間がいくらでもいるに違いない。しかし今のよしおには仕事があるのだ。世の中はままならなかった。リストラ、うつ病、過労死、自殺。不運に見舞われる者が後を絶たない。よしおの身にもいつ何が起こるかわからない。いつ仕事を失うかわからない。その不安がいつもよしおの頭にある。顧客に注文された見積もりをようやく仕上げてファックスを送ったとき、もう20時を過ぎていた。もう帰ろうかと思ったその時、よしおははたと気がついた。見積もりをもう一つ作って、翌日までに別の取引先に送らなければならない。翌日にしようかと思ったが、よく考えたらそうもいかなかった。翌日は朝から取引先を3つ回って、冷蔵庫と洗濯機とテレビを届けなければならない。3つとも買い替えで、それぞれ古いものを回収し、新品を設置しなければならないから。多分、1日かかってしまうだろう。翌日までに送る見積もりを作るとしたら、今からやるしかない。よしおは疲れていた。週末は忙しくて休めなかったし、昨日も今日も残業だ。でも仕方がない。よしおは資料を取り出した。13種類のランプ。各種ランプに対する顧客の注文個数。これからそれら各種ランプの定価と取引価格を調べて、それに配送料、諸経費をプラスして、見積もりを作らなければならない。そこへ、先輩の小林が顔を出した。おう、中島、まだいたのか。小林は、今日は定時で、帰宅したはずだった。どうしたんですか？
ちょっと忘れ物した。アパートの鍵。小林は自分の机の引き出しからその鍵を取り出すと、カバンに入れた。小林には大雑把なところがある。アパートの鍵を会社に忘れるというのは、小林らしかった。少し顔が赤い。どこかで飲んでいたらしい。ふと、吉尾は思った。問題の見積もりを。小林に頼めないだろうか。吉尾は言った。小林さん。うん。なんと言おう、小林に自分の仕事を代わりにやってくれ、というのは言いにくい。助け合いが必要とはいえ、余計な仕事を回されるというのは嫌なものだ。しかしもし承知してもらえれば、吉尾は帰れるのだ。どうしたんだよ、と小林が言った。ちょっとお願いがありまして。吉尾は思い切って問題の見積もりの件を小林に話した。そして案の定、小林は嫌な顔をした。だいたいお前はな、考えが甘いんだよ。仕事っていうのは、もっと、計画的にやらなくちゃ、ダメなんだ。小林の、お小言が続く。5分、10分、15分。吉尾は、黙って耐えた。そして小林は言った。よしわかった、やっといてやるよ。ありがとうございます、先輩。吉尾は、少し大げさに、礼を言った。その方が、小林の機嫌を取れる。それじゃあ、帰るからな。お前も、早く帰れよ。お疲れ様です。ああ、お疲れ。小林は、事務室から出て行った。翌日の朝。駅のホームに、人が多い。電車が、遅れているようだった。何か、あったのだろうか。もしかしたら、また、人身事故かもしれない、と思って。吉尾の気分は、少しめいった。吉尾は一度、飛び込み自殺を、目撃したことがあった。駅のホームにやってきた。電車の方に目を向けると、誰かがその電車の前に身を投げ出した。その電車が急ブレーキの音とともに吉尾の前を通り過ぎた。それは誰かが故意に自らの命を絶った瞬間だった。できれば忘れたい出来事。しかし忘れることができない。
衝撃的な瞬間。世の中では自殺は多かった。そして、多いということは、もしかしたら、それは、人事ではない、ということかも。知れなかった。アナウンスが入った。線路に何か障害物が落ちていたらしい。異常がないか確認した後、運行を再開するとのことだった。再生リスト4に続きます。